どうもこんにちは、ひげこいです。今回はコダックエクター100というフィルムを紹介します。世界最高の流浄性を謳っているフィルムで、とても綺麗に映る ISO100 のフィルムです。今回の内容ですが、特徴やフィルム紹介をした後に購入する場所について紹介します。そして作例も交えつつお話ししたいと思っていますので、もしよかったら最後までご覧ください。価格は1本2000円ほどするフィルムなので、なかなか使えるフィルムではありませんが、価格に見合った魅力もあるかなと思います。ではまず特徴や使用感からお話しします。まず1つ目は世界最高の流浄性でとても滑らかな写り。そして2つ目は解像感が高くキレがあって、さらにコントラストが高めで発色が良く鮮やかになる印象が強いフィルムです。エクター100は慣れると最高ですが、第一印象はちょっと自分には合わないなと思っていた時期があるフィルムです。現像するお店によって色が変わるのはもちろんですが、初めてエクターを使った時の写真は流浄感や解像度以上に僕的には細度の高さが少し気になってしまったんですよね。細度が高いっていうのが特徴なのでそれは仕方ないことなんですけど、その当時僕は富士フイルムの X100F を使い始めたばかりの頃で、その頃やっぱりクラシッククロームっていうのにドハマりしていたんですよね。で、いろんな色を試したい時期ではなく、クラシッククロームのしっとり感とかそういうのを求めていた時期だったんですよね。それなのにエクターを使うっていうのも自分の選択として間違っていたのはもちろん、今ではわかるんですけど、その時はやっぱりちょっと使ってみたいっていうのがあって、で使ってみたら、なんでこんな彩度高いんだろうっていう感じで思ってしまったっていうのがリアルな感想です。一番最初はですけどね。その当時は選択をミスってしまってあんまり好みではなかったっていう感じですね。なのでちょっとエクターのコントラストの高さとか強い発色にはまらなかったんですけど、それから1年後ぐらいですかね、いろいろ他のフィルムも使ってみて、エクターにまた戻ったんですけど、その時に山本写真機店さんで現像をお願いするようになっていたんですけど、それでエクターを使ってみて山亀さんにいつも通り依頼をして、その時に帰ってきたフィルムが青がすごい綺麗だったんですよね。でそれからまた一時、このエクターにはまって、で何回か使っていたんですけど、それでだいぶ印象が変わりましたね。かなりいいなっていう風に。で最初の印象とは打って変わって今では最高のフィルムだと思っていますし、個人的にはですけどまだ2000円なら出す価値もあるんじゃないかなと思ってしまうぐらいいいフィルムだと思います。もちろん昔は2000円もしなかったと思いますし、どれぐらい安かったのかちょっとわかんないんですけど、1000円もしなかったんじゃないんですかね。その辺のことを考えると2000円もするフィルムを使うのも微妙かもしれないんですけど、僕的にはまだ出せるかなって思います。ただこれ以上上がるとちょっとどうしようかなと思いますね。一応コダックからプロイメージ100とかそういったフィルムもあるんで、選択肢もあるのでエクター100ばかりを使うっていうのも、ちょっと現実的ではなくなってくる可能性はあります。僕が感じた最初の感想のようになんか鮮やかすぎるなと感じて、正直がっかりしてしまう可能性もあるフィルムだとは僕は思っているんですよね。なのでここは完全に好みなので、彩度の高い写真が好きじゃないという方もやっぱりいると思うんですよね。そういった方は素直に他のフィルムを使うか、例えばですけどお任せ注文じゃなくて個別オーダーができるお店で依頼をして、彩度をちょっと低めにするとか、淡い感じのスキャンをしていただくとか、そういう感じの依頼方法があるお店でエクターの現像をするのがおすすめかなと思います。ただ解像感とかも本当に素晴らしいので、流浄性とか滑らかな感じで、他のすごい上手な方の作例とかを見ると色以外の部分での魅力もかなり高いと思っています。購入をできるお店についてですが、 Amazon の場合は1本2000円ぐらいするんですけど、なぜか5本パックなら6800円ぐらいのものがあるんですよね。いろんな出品者がいるんですよね。その辺で一応ちゃんと安いのを選べば7000円弱のフィルムもありました。5本でですね。ただ価格の変動が大きいフィルムっていうイメージも強いので、基本的には1800円から2000円ぐらいで見といた方がいいかなと思います。国内以外の海外の B&H とかモーメントとか、この辺だったらだいたい10ドル前後なんですけど、送料が結構かかってしまうので15ドルとか20ドルとか、その辺を考えるとエクターの場合は海外ではなくて日本で買うのがおすすめかなと思います。あとは個人的な買い方としては、僕は Yahoo ショッピングで買うと結構ポイントが貯まるので Yahoo で買ったりもするんですけど、5のつく日とかそういう風に買うのもありかなと思います。ただ定価で考えると全然 Amazon の方が安いです。という感じで今回はコダックエクター100のレビューをしました。今回の場合は
作例も多めになるべく出してみたと思うんですけど、いかがでしたかね。結構高額フィルムですが、万人受けするフィルムっていうのは僕はちょっと言いづらいかなと思うので、好みは分かれるフィルムかなという感じはあるんですけど、ただ使って慣れていくとすごい最高のフィルムなのは間違いありません。それではこんな感じで今回は終わろうと思いますが、今後もフィルム関連の紹介もどんどん増やしていきたいと思っていますし、今これで4本目かな、フィルムのレビューは。フィルムのレビューに関しては結構もう全部じゃないですけど、できる範囲で今まで使ったフィルムってもう種類で言えば20ぐらいあると思うので、その辺は全部またもう一度購入をして紹介をしたいと思っていますので、もしよかったらチャンネル登録をお願いいたします。そして今回の動画がもしよかったと思ったら高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。それでは今回はエクター100を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。ではまた。